Hello, everyone. I'm Jake, and I'm a coordinator here at LS. Today, I have the chance to interview our director, Jun Kuwahara. I hope you enjoy learning about LS's history, as well as our micro hydropower solutions. Without further ado, Kuwahara-san, could you introduce yourself? こんにちは。エリソの代表の桑原淳です。よろしくお願いいたします。2006年頃からマイクロ水力の開発に着手し、地方自治体やコンサルタント会社と概念実証、実現可能性調査を行ってきました。きっかけは、渓流の落差水力エネルギーをもったいないなと思ったことでした。エリスは適地が未開発で市場も多く、豪雪にも強く、構造がシンプルなため、メンテナンスが容易で、生物多様性にも貢献できる開放型水車の効率向上の研究開発にフォーカスしています。まさに今、水資源豊かな国々を中心に、パートナーとの連携を強化しているところです。SDGs の目標の中でも、目標7、エネルギーをみんなに、そしてクリーンには、弊社の目的に最も近いものです。この目標は、2030年までに、すべての人が手頃な価格で、信頼できる現代的なエネルギーにアクセスできるようにし、再生可能エネルギーの割合を大幅に拡大し、世界全体のエネルギー効率を改善することを目標としています。私たちは自然からたくさんの恵みを受け取っています。例えば、私たちの飲む水は山から流れてきた川の水を利用したものですし、水がなければ米や野菜なども作れません。これからも私たちは未来のためにも自然を育て、守っていく必要があります。Could you explain what micro hydropower generation is, as well as what features distinguish it from large-scale hydropower generation?マイクロ水力の定義は文献によってまちまちです。簡単に言うと、ダムといった大規模水力の放流水を二次利用する方法がマイクロ水力になります。つまり、水力発電で発電した水はそのまま下流に流しています。水資源豊富な地域はその水が通年農業などに利用されているため、水力発電が多い地域ほどマイクロ水力のポテンシャルが大きいということになります。大規模な水力発電は水を溜めて流す方式なのに対し、マイクロ水力は自然のそのままの流れを利用する方式です。溜めて流す方式は水が腐ったり、放流時に生息している魚などに悪影響を及ぼすことが生物多様性を尊重していないと言われることがあります。一方で、ウォーターウェコは水車底部と胸壁の間にクリアランスがあり、もともと落索を遡上していた魚にも悪影響を及ぼしません。How did Alice get involved in micro hydropower generation? 私たちは2008年、岡山市内の居酒屋の前に、伝統的な木製の水車に発電機を取り付け、街灯に電力を供給することから始めました。岡山市との別のプロジェクトでは、毎秒30リッターの水量と、有効落差20センチメートルを利用して63ワットの電力を生み出し、市民への再エネの活用の取り組みであることを分かりやすく伝えるための電光掲示パネルやクリスマスの時だったのでクリスマスイルミネーション、公園の街路灯に活用しました。この取り組みは市民の環境意識向上を目的とした啓蒙活動の一環でした。また、岡山市と総務省緑の文献改革の再エネ保存量調査業務、広島県三次市、岡山県新庄村、岡山県鏡野町、滋賀県野洲市などでエネルギー地産地消の取り組み、つまりスタンダードモデルの事業可能性調査、実証を行いました。What was the attitude towards micro hydropower in Japan when Alice first got started, and how has it changed since? エリスが事業を開始した当時の日本のエネルギー政策は原発を増やして脱炭素を実現するというもので、日本だけで100基の原子力発電所構想が具体化しようとしていた時期でもあったため、我々も日本でこの取り組みがビジネスとして成り立つのか懐疑的でした。しかしその後2011年3月11日に東日本大震災があり、未曾有の原発事故後、再エネ主体のエネルギー政策に転換されると、研究開発によりフォーカスするようになり、国立大学法人長崎大学株式会社西日本流体技研と開放型水車の共同研究を行うことにしました。下掛け水車の羽車形状の最適化から始まり、胸掛け水車のよどみの検証、胸掛け水車の羽車形状枚数の最適化、流量変動があっても安定した出力を維持できる機構の最適化、などといった研究テーマに関して研究成果の発表を行いました。2020年秋に新型水車の稼働率を高めることができる機構に関する技術の特許登録を行い、実機設置による製品化を経て、2025年5月、現在、
60カ国ほどの水資源豊富な国々への特許登録をしています。この特許技術は、ウォーターベコと呼ばれるエリスのマイクロ水力発電システムの基礎となっています。マイクロ水力は負荷へのエネルギーマネジメントの最適化、簡単なシステム構成による初期投資の無駄の抑制、自然エネルギーであるためその制御不可能な水力エネルギー伝達率の向上、また維持管理の簡素化が事業の成否に大きく関わっています。Can you describe the general characteristics of WaterWeco? エリスのウォーターベコシステムは高効率なモジュール設計を特徴としており、高額で環境への負荷が大きいバイパス工事などを必要としません。また、直列及び並列での容易な組み立て、設置が可能で、丘陵地や扇状地に存在する未利用の低落差水力エネルギーを効果的に回収することができます。その結果、より広域的なスケールでの事業計画可能となり、導入効果の向上が期待できます。ウォーターベコの各ユニットは5キロから20キロの出力範囲で、流速と流量が一定以上であれば、まだ未開発のところが多い、高さ1メートル程度の落差を持つ水路にも設置することが可能です。流量といえば水路の流量を測定してみると、時間ごとに変動しているのが一般的です。流量が変動しても出力効率を安定させる機構が弊社の特許技術です。これは水路の水位が1年を通じて大きく変動する可能性があることを考えると、非常に重要な点です。例えば、水車レイアウトが変わらない上書き方式と比べると、いわば稼げる条件、つまり流量が増えるときは、水車を水が越流してしまい、水車が浸水し、発電効率が大幅に低下してしまいます。稼げる条件において、稼げる水車レイアウトにする必要があります。この機構を用いることで、水車羽にきれいに水が入水するので、水車の耐用年数を向上させることができます。また、この方式だと、高価な人海スクリーンが不要となっており、イニシャルコストが低減できます。当然、人海が水車底部をすり抜ける構造なので、維持管理も容易です。さらに、水量に合わせた水車への入水角度を最適化するための自動調整機構を設けることにより、長期にわたって安定した発電効率を維持することが可能になりました。ウォーターベコのモジュール設計といえば、川幅によって複数台設置ができます。例えば、川幅2メートルだと1ユニット、4.5 メートルだと2ユニットといった形で、並列に増設が可能なので、流況に合わせて出力を上げることができます。焼き鳥の串に水車が刺さっているようなイメージでしょうか。軸や羽の強度を補強することで、より大流量に対応することが可能です。軸を共有することで、イニシャルコストを低減します。This might be a bit difficult, but could you briefly explain the benefits of implementing micro hydropower in under 1 minute? 化石燃料由来のエネルギーから脱炭素シフトが進み、火力から水力、より生態系への悪影響が少ない小水力、さらに今まで一水やメンテナンス面のリスクから設置が困難だった未利用落差への導入を進めることで、オンサイトエネルギーマネジメントの最適化を行い、未来にわたって安心できる持続可能なグリーンエネルギーを有効活用した付加事業との連携を図ることで、カーボンニュートラルはもちろん、地域経済循環、レジリエンス強化などで地域活性化を行うことができます。Have you had any reactions from users since you've been involved in hydropower? 設置した集落の方からは、未利用落差水力エネルギーを有効に使うことで、集落の活性化につながるという意見や、この身近な自然エネルギーを利用して、地産地消の農業をしてみたいという意見もいただいています。現在、農作物の生産から消費までのエネルギーを脱炭素化するというコンセプトが理想論になっていますが、マイクロ水力は化石燃料で得られたエネルギーを一切使わないので、具現化しやすいのではないかと考えています。また、環境教育プログラムの一環として、地域の子どもたちの有益な学習教材として使いたいという意見をいただいています。岡山県津山市と山の学校、水の学校といった環境教育イベントで 100% 自然エネルギーによるライブ演奏をしました。その演奏曲は環境教育を目的としたオリジナル曲でした。また、弊社発電所は学校教科書などにも多く紹介されました。What are some other typical micro hydroelectric power generation systems? モーターベコは開放型胸垣水車になりますので、日本のネドの作成した水車選定表などによると、プロペラや螺旋方式が導流橋に一部重なってきます。まず、プロペラ水車に関しては、弊社も実証実験に関わりましたが、自然環境下に設置すると、このように落ち葉や藁などが頻繁にプロペラに絡みつくため、
発電停止を余儀なくされ、その都度大きな維持管理コストがかかってしまいました。また、螺旋方式だと一水のリスクが大きくなるため、このようにバイパス水路が必要になります。そうすることで大規模なコンクリート工事を伴い、水路にそのまま設置できる方式と比べ、採算性が低下してしまいます。Water Wheel is neither a propeller nor screw type turbine, but an open type water wheel turbine, right? What are some advantages of this type of turbine? 開放型と言われる水車は1800年後半頃に全盛期を迎え、文献によると当時は日本だけで7万機以上存在していて、石油の時代になる以前には水力がエネルギーの中心的役割を果たしていました。流量1立方メートルセカンド以上、落差1メートル以上の従来型と言われる水車が製材所などで活躍していました。その規模はウォーターウェコの領域と重なります。つまり、流量有効落差の適用領域が近いということになります。マイクロ水力を設置検討する際は、イニシャルコスト、ランニングコスト、稼働率、リサイクル性、生態系への影響などを十分に検討し、負荷に最適な事業性評価を行うことが重要となります。ウォーターウェコは極力リサイクルできる素材を採用し、水車と胸壁の間に一定のクリアランスがあるため、人海は水車底部を硫化し、既存の落索を遡上していた運動能力の高い魚類は、そのクリアランスを利用することが可能です。また、停電などの万が一の予備電源として備えることが可能です。How does Water Wheel compare economically with other power generation methods? 環境性はもちろんのこと、既存の化石燃料の発電方式よりも経済的に有利です。例えば、LPG より初期投資は大きくても、ウォーターウェコは耐久性が高いため、長期的にはより経済的です。また、太陽光パネルと比較した場合でも、水力は長期にわたって事業を行うことが可能です。例えば、固定価格買取制度を利用した場合は、20年の制度期間内の収入は予測可能ですが、その後は予測できません。そうすると20年以内に利益をどの程度出せるかということになりますが、水力のスタンドアロンモデルだと事業期間が長いため収益性を向上させることが可能です。例えば、日本で最も古い京都市の欅発電所だと1892年から今でも現役で稼働しています。マイクロ水力のプロペラ型タービンと比較して異物の除去が容易であり、プロペラ型とは異なり、定期的な清掃や異物を遮るスクリーンも不要です。豪雪地帯においても安定した運転が確認されています。そのためバイパス不要による初期費用の低減に加え、維持管理コスト面でもより経済的です。Given the current global energy situation, what is the key to moving in a better direction? 気温の急変や大雨などの極端な気象による生活の質の低下や農作物の生育パターンの変化などを人々が目の当たりにしています。水資源豊富な地域は未利用水力エネルギーの有効利用により地産地消エネルギーの一大産地となり得ます。生産活動が活発になり、生活の水準が高くなるほどエネルギー消費量も増えやすくなります。世界全体でエネルギー消費量が増えている中で、エネルギーの消費方法を変えなければなりません。それぞれの課題、つまりエネルギーの安定供給、効率、地球温暖化、持続可能性、生物多様性、災害時のリスクなどについて学び、社会的な観点や科学技術の観点からどうすればよいか、自分たちに何ができるかを子供たちが考える場を作り、サステナブルな環境エネルギー社会づくりに貢献できる人材を育てる必要があります。エネルギーは子供たちにとっても身近なものであり、学ぶことが多く、学んでほしいこともたくさんあります。エネルギー問題の解決に向けて、自ら考え、行動できる子供を育てること。そうすることで未来のエネルギー事情を良い方向に変えていくことができるはずです。What do you think will change in the future if small and micro hydroelectric power is generated everywhere where electricity can be generated? 従来の大規模集中型エネルギーシステムは、例えば集落が分散化している地域では非効率です。自然エネルギーは地域によって特性が異なるため、その特性に合わせた負荷に対するエネルギーマネジメントシステムの最適化が求められます。日本では1950年代に小水力が衰退し、大水力の集中型システムが全国に普及しましたが、脱炭素の必要性と技術イノベーションにより小水力が復活され、新しいノー酸素エネルギー利用システムがこれからの地球環境に望ましいのは間違いありません。実際に電力インフラへの投資は、電気料金の収入が長期にわたって確保できない状況では困難です。発電所のある場所に産業を誘致するという発想だと、エネルギー損失も最小限で済みます。水資源豊富で、
未利用落差の多い地域で水力発電をすることで、その地域のエネルギー自給率を向上でき、地域経済循環効果も高まります。例えば、過疎と言われる地域はガソリンスタンドが急速に減少しており、自然エネルギーの最適利用による移動手段を活用することで、経済性と環境性、利便性を向上することができます。写真はある自治体で弊社が行ったスタンドアロン型の落成式の様子ですが、それにより災害時のエネルギー遮断のリスクも低減でき、地域住民が安心して生活できる環境を整備することができます。従来の大量生産、大量消費型の社会インフラ構造を転換していく必要があります。地球環境に持続的に貢献するために、サーキュラーエコノミーへ舵を切り、エネルギー自給率を高め、自立したコミュニティを作るための一翼を担うことこそが我々の使命だと考えています。つまり、できる限りローカルな地域において、人、物、金が循環するような経済システムを作っていく、ローカリゼーションの取り組みを推進する。弊社は小水力という点滴な取り組みだけでなく、そのグリーンエネルギーをグリーンハウスなどの食料生産、陸上養殖やデータセンター、ひいては飲食業、観光業といった地域活性化に貢献できる取り組みを推進するパートナーと連携して、地域社会の発展に貢献していきたいと考えています。